ゴーする？もうね、ほんと言わせてよ。最近、通院するためにタクシーを使うことが多いのですが、タクシーの運転手さん、やる気あるのかなって。まず、行き先を言っても返事もしないで走り出す運転手さん。返事ぐらいしろってんだ。それと、最近のゴースルのタクシーの運転手さん。アプリで行き先を入力してるので、行き先は言わなくても、言ってくれるのはいいのですが、ここで止まってほしいのだけど、止まってくれず、アプリに入力されているポイントとずれていますので、と、本来の目的地から少し離れたところ、ピンが立っているのはここなんですと、入力されたポイントにしか止めてくれない運転手さん。あなた、ロボットですか？ということで、私は、やっぱり MK が好きです。前置きが長くなりました。舞い上がれね。先週の演出に心が折れて、しばらく見るのやめますという人が続出したようですが、今週は面白くなっていると思うの。初フライトの緊張感とか、良かったよね。きっと、座学って実際にも面白くないから、それで面白くなかっただけだと思うの。そう思いたいの。離脱しちゃった人は、見逃し配信など見て戻ってきてほしいな。遅くなったけど、初フライトのシーンの感想を言っちゃうよ。初フライトでガチガチに緊張して、ようやく水平飛行に移って景色を見る余裕ができて、思わず涙が溢れそうになる前に感動。機内の撮影は地上だったのでしょうけど、緊張も焦りも余裕のなさも興奮も感動も、胸から上の表情だけの演技で全て表現した福原遥さん。スワン号で空を飛んだ時と勝るとも劣らない素晴らしいシーンでした。舞の作ったおもちゃ。うまくできているけど、やっぱりおもちゃ。でも、そういう舞らしいところが見れてよかったです。第44話のあらすじです。舞は柏木学生と、舞が苦手な着陸のイメージトレーニングに励む。持参した手作りのレバーを柏木に褒められて、舞は、それを作った父親の話をすると、普段は自分のことを話さない柏木学生が、国際線パイロットである父親の話を始める。翌日、飛行訓練は突然の飛行空域変更となるが、柏木学生は、その空域の予習もしていると大河内教官を納得させて、一番手として訓練飛行に臨む。飛行訓練は日々、その難易度を上げていた。